ねえねえのぞみ、ちょっと聞いていい？何？どうしたの？実は私、毎日納豆食べてるんだけど。毎日？毎日1パック。朝ごはんに欠かせないんだよね。ちょっと待って、毎日って本当に毎日？そう、毎日。もう何年も続けてる。へえ、それはちょっとすごいね。私、正直あの匂いが苦手で。のぞみって苦手だったっけ？実は納豆あんまり得意じゃないんだよね。匂いとあのネバネバだ。そっか。でもね、世界中に納豆みたいな食べ物ってあるの知ってる？そうなの？今日はそんな話をしていこうと思って。面白そう。納豆って奥が深そうだよね。深いよ。歴史も面白いし、世界とのつながりもあって。じゃあ聞かせて。納豆のこと何も知らないから。任せて。ということで、皆さんこんばんは。こんばんは。レイトナイトジャパニーズチャットへようこそ。聞いてくれてありがとうございます。今日のテーマは納豆。日本語の学習をしている人は、納豆という言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。食べたことある人もまだない人も一緒に楽しんでいってくださいね。まずは基本から。みさき、納豆ってそもそもどんな食べ物か説明してみて。はい。納豆は大豆を発酵させた食べ物です。大豆っていうのは？ソファのような形をした小さな豆。豆腐や味噌にも使われてるやつ。はい、わかりました。その大豆を納豆菌という細菌で発酵させるの。発酵というのは菌の力で食べ物が変化するっていうこと？そう。チーズとかヨーグルトと同じ原理だよ。なるほど。じゃあ納豆のあのネバネバは発酵によってできるの？そう。発酵が進むと大豆の周りに糸を引くようなネバネバした物質ができる。あの糸、私あれがどうも苦手で。混ぜれば混ぜるほど糸がたくさん出るんだよ。混ぜるの？食べる前によく混ぜるのが一般的な食べ方。タレとからしを入れてご飯の上に乗せて食べることが多いね。匂いはどこから来るの？匂いの正体は発酵の過程で出てくる成分。独特の匂いだから好きな人と苦手な人がはっきり分かれる。のぞみはしっかり苦手な側です。でもね、この匂いと粘り気があるから体にいい栄養素もたくさん含まれてるって言われてる。まあ体にはいいって聞くけどね。タンパク質も豊富だし、ビタミン系とか腸に良い菌も入ってる。だからみさきは毎日食べてるのか。そう。健康のためでもあるし、単純に好きだから。じゃあ次は歴史の話。納豆っていつから食べられてるの？実はね、納豆のルーツには中国が関係してるって言われてる。中国から来たの？中国でも大豆を発酵させた食品が古くから食べられてて、それが日本に伝わったと考えられてる。へえ、意外。完全に日本の食べ物だと思ってた。元の形は違うんだけどね。中国から伝わった発酵の技術や文化が日本で独自に進化して、今の糸引き納豆になったって感じ。糸引き納豆っていうのが今の一般的な納豆のこと？そう。糸を引くネバネバした納豆のこと。昔は糸を引かないタイプの納豆もあったんだよ。ネバネバしない納豆があったの？塩辛納豆とか浜納豆とか。これは糸を引かなくてしょっぱい感じの納豆。今も一部の地域で食べられてる。知らなかった。日本でも時代によっていろんな形の納豆があったんだよね。じゃあ今みたいなネバネバの納豆はいつ頃から食べられてたの？平安時代や鎌倉時代頃にはもう存在してたって言われてる。ただ庶民の食べ物として広く定着したのは江戸時代。江戸時代か。かなり長い歴史があるんだね。そう。江戸では納豆売りって言われる人たちが朝早く街を歩いて声をかけながら納豆を売ってたって。朝に売り歩いてたの？納豆納豆って朝の風景として定着してたんだよ。それはなんか可愛いね。歴史といえば、納豆の起源について面白い伝説があるって聞いたことある？あるある。有名なのが2つ。1つ目が聖徳太子の話。聖徳太子って昔の人だよね。そう。飛鳥時代の有名な政治家。その聖徳太子が馬に食べさせようとした煮豆を藁に包んでおいたら自然に発酵してしまったっていう話。それが納豆の始まり？伝説ではそう言われてる。もう一つは源義家の話。源義家、武士の人？そう。平安時代末期の武将。作戦の時、馬の背中に積んでた煮豆が藁の中で発酵して、それを食べてみたら美味しかったっていう話。どちらも馬と藁が出てくるね。そうなの。藁の中には納豆菌がたくさんいるから、煮豆を藁で包むと発酵が起きる。だから偶然にできたっていうストーリーになりやすいんだよね。科学的に考えると確かにあり得る話だね。
もちろんこれらは伝説であって、正確な起源は分かってないんだけど。でも偶然の産物から生まれた食べ物っていうのはロマンがあるよね。あるよね。しかも今や日本人の食卓に欠かせない食べ物になったわけだから。すごい旅をしてきたんだね、納豆も。そうだね。さっき美咲が言ってたんだけど、世界にも納豆みたいなものがあるって？そうなの。発酵した大豆食品って実は世界中にあって。例えばどんなもの？一番有名なのがインドネシアのテンペ。テンペ？大豆をカビで発酵させた食品で、見た目は白くて硬い板みたいな形。スライスして炒めたり揚げたりして食べる。日本の納豆とは見た目がだいぶ違うね。ネバネバしてない。でも大豆を発酵させてるっていう点では仲間。他には？西アフリカにダワダワという発酵食品がある。匂いが強くて調味料として使われることが多い。調味料として、それは納豆とはまた違う使い方だね。そうなの。韓国にもチョングクジャンという日本の納豆に近い発酵大豆食品があって、匂いが強くて鍋料理などに使われる。納豆に近いのか、食べてみたい気がする。のぞみ納豆苦手じゃなかった。ああ、そうだった。匂いが弱ければいいなって思ったけど、強いのか。日本の納豆より強いと言われている。それはパスで。でもね、こういう発酵食品が世界中にあるっていうのは面白いよね。大豆って昔から人間に身近な食材で、いろんな地域で独自に発酵の方法が生まれた。文化は違っても、人間が考えることって似てるんだね。そういうつながりを感じると、食べ物って奥が深いなって思う。ところで、日本国内でも納豆の好き嫌いって地域によって違うって聞いたことあるけど。そうなの。有名なのが関東と関西の差。関東はよく食べる。関西はあまり食べない？かつてはそういう傾向が強かった。関西では納豆があまり普及してなくて、スーパーでも売ってないなんてことも昔はあったらしい。それはびっくり。理由としてよく言われるのが、関西の食文化との相性の問題。関西は出汁の文化が強くて、繊細な味を大事にする傾向がある。納豆の独特の匂いや味がその文化に合いにくかったってこと？そういう説もある。あと、関西では昔から京漬物とか別の発酵食品が発達してたから、納豆の必要性が薄かったとも言われてる。なるほどね。でも今は流通が発達して、どこのスーパーでも納豆が買えるようになって、関西でも食べる人は増えてる。時代とともに変わってきてるんだね。今は関西でも若い世代を中心に納豆を食べる人が増えてて、関西人は納豆嫌いは昔ほど当てはまらなくなってきてる。へえ、でも関西の友達に納豆食べるって聞いたら無理って言ってたけど。個人差はあるよね。ただ傾向として関東より関西の方が苦手な人は多いかも。日本人でも好き嫌いがあるってことはみんなに知ってほしいよね。そうそう。日本人だから全員好きってわけじゃないから。学習者の人も納豆食べられるって聞かれても、日本人でも苦手な人はいるって知ってると安心できるかもね。日本語を学んでいる人が日本に来た時、納豆を出されることって結構あると思うんだよね。あるかもね。日本の朝ごはんの定番だから。その時、無理ってなっても、今日みたいな背景を知ってるとちょっと違うかも。これは聖徳太子が発見したかもしれない食べ物だって思いながら食べるとそうそう。歴史を知ってると食べ物への見方が変わるじゃん。確かに、これは何百年も食べられてきた食品なんだって思うと、ちょっと親しみが出るかも。あと、納豆食べられるっていう質問が来た時、日本人はちょっとコミュニケーションのきっかけとして聞くことが多いんだよね。テストみたいな感じで。食べられたでも全然無理だったでも、どちらも会話になるから。体験談があると日本人との話が弾むよね。そう。だから一口だけでも試してみるのもいいかもしれないし、無理なら匂いがすごかったでも立派なネタになる。今日は納豆についていろいろ話してきました。納豆は大豆を納豆菌で発酵させた食品で、独特のネバネバと匂いが特徴。キゲルは中国からの影響もあって日本で独自のスタイルに発展した。聖徳太子や源義家が偶然発見したという伝説も残っている。世界にも発酵食品はあって、インドネシアのテンペや西アフリカのダワダワなど、人間が似たような知恵を持っていたことがわかる。そして日本国内でも関東と関西で温度差があって全員が大好きというわけじゃない。食べられなくても全然大丈夫。でも知識として持っておくと日本人との会話がぐっと深まりますよ。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回。またね。